あなたはタイガーバームって聞いたことがありますか？タイガーバーム。僕はね、これを昔友達にもらいました。タイのお土産ですね。タイランドのお土産でもらったんです。その時僕はね、これをもらって初めて見たんですよ。何それ、何ですかこれ、ありがとうございます、いただきますって言ってね。でも使わなかったんです。しばらくの間使わなかった。なぜなら、これは何なんだ、これは一体何なんですか、わからなかったんですね。どうやら鼻からこう吸うね、こう薬のようなもの、薬ではないのかな、メンソレータムのようなものですね。で鼻からこうスッと吸うと、こう爽やかな感じがして、こう鼻が詰まってるのをね、良くしてくれる、そういうものらしいんですね。でもやっぱりなんかね、最初は鼻から吸う、なんかそれって大丈夫なのみたいに思ったりとか、それは大丈夫なのか、やったことないぞとかね、あの全然知らないから、なんとなくこう使ってなかったんですよ。お土産でもらったのにね。でしばらくしてその友達にね、久しぶりに会って、そうタイガーバーム使ったって言われたんですよ。あまだ使ってないんですよねって僕は言いまして、うん、まだ使ってないっていうとね、これから使う予定っていうね、意味です。これから使うけどまだ使ってないです。だから使うものをくれてありがとうね、そういうことを伝えたんでしょうね。丁寧にね。でもその友達は言いました。いや、使わないでしょ、使ってないでしょ、使わないでしょってね、言われて、確かにこのままだと使わないかもしれない、そういうふうに思ったんです。だからもう家に帰ってすぐ使ったんです。よしよし使うぞとね。そこまでね、やっぱ言われたらね、そんな言われてないけど、やっぱこう信頼できるね友達だから、いいものを絶対くれるんですよ。変なねお菓子とかはくれないんです。変なお菓子はくれなくて、なんかいいなって思うものをくれるんですね。だから僕はこれを取り出して、タイガーバームを取り出してスッとやったら気持ちいいねって、気持ちいいですね。それから愛用してます。もうずっと使ってますね。これでもさ、ずっと使ってるんですけど全然なくならないんだよね。いつまで使えるんだろうこれ。すごい長く使えるのかな。シンガポールのやつなのかな、タイのやつなのかな、ちょっとよくわかんないけど、え結構何回もね吸引してますけど、まだまだなくなってないですよ。うん。ちょっとね、もしこれ詳しい人がいたら教えてくださいね。はい。じゃあ今日のポッドキャスト始めます。OK ジャパニーズのポッドキャストですね。今日のねテーマは、あります。今日はね、テーマがあるんですね。この間言語交流に行きました。ミートアップのようなものですね。そのミートアップでの話、そのお話を今日はします。言語交流会行ったことはありますか？ラングエッジエクスチェンジね、日本でもラングエッジエクスチェンジっていう時もあります。カフェに行って
いろんな言語の人と話す。日本語を話す。向こうは英語を話す。ね。それで、言葉の勉強、文化の勉強、言語交流ができるよ。そういうものですね。前のポッドキャストで、一箇所行った話をしましたね。久しぶりに行った。そしたら人が来なかった。なんでだよ。そういう話をしましたね。で、その後に、よし、次はスペイン語の行くぞと、ね、思って、ネットで探して参加しますと、ちょうどね、あったんですよ。僕の行きたい日にね。よしと。でもね、ちょっと迷いました。なぜなら、僕のスペイン語は全然初心者です。全然話せないからです。まだ、リスニング、リーディングしかしてないんです。話すことはまだほとんどしてない。一人で、ちょっと話してるだけ。ね。私は OK です。私は6ヶ月間勉強しています。そういうことをフレーズで話してるだけなんですよ。その時に、言語交流は難しいですよね。結構難しい。だから、これは行くべきか迷いました。緊張しますね、まず。まず緊張します。そして、まず会話が続かないでしょうね。そして会話が続かない。なぜなら全然喋れないから。先週とかも言えないですからね。先週、来週、それもわかんないぐらい。ね。だけど、今、ちょっとスペイン語の勉強のね、モチベーションが下がってきていたんですね。これは、モチベーションを上げるために行こう。そう思って行くことにしました。で、会場はね、ちょっと遠くにあったんですけど、電車に乗って、ね。で、電車に乗りながら僕は考えました。よし。話すフレーズを考えよう。ね。自己紹介。スペイン語どれぐらい勉強しています。まだ喋れないです。とかね。そのフレーズをですね、僕はチャット GPT に聞いて、ね、まず、こういうことを言いたいから、これをスペイン語にしてくださいと入れて、それを出して、で、それを見て、ね、ちょっと覚えて、よしよし、これを言おう、これ言おう。で、メモして準備して、会場に向かいました。ね、準備が、ね、いいでしょ？で、いいフレーズがね、あったんです。僕は、全然話せません。だけど、今日は聞いているだけで楽しいです。ね。だから、心配しないで。ね、これ、どうですか、このフレーズ。言語交流は、いろんな人がいます。初心者もいれば、中級もいれば、上級もいる。ね、ネイティブレベルもいる。ね。で、レベルごとに、こう、テーブルがね、分かれるんですね。大体は。で、初心者グループ、中級グループ。ね。でも、人が少ないと、みんな同じグループになります。5人しかいなかったら、もう5人で全員で話しましょうってなりますよね。当たり前ですね。その時さ、気を使うでしょ？話のペースがね、ちょっと遅くなったり、ね、話が進まなかったりするから、僕はそのフレーズを言ったんですね。聞いてるだけで
今日は聞いてるだけで、いい。だから心配しないで。どうですか？これはね、ジャパニーズスピリットですか？これは日本人的でしょうか？日本人が全員そういうわけではないですが、まあグループのね雰囲気を考える、これはちょっと日本的な考え方かもしれません。はい。まあてなことで会場に着きましたと。会場に着いてね、お茶を買うんです。まずはティーを買いまして、でオーガナイザーの人がねすごくいい人でね、いらっしゃい、じゃあこのテーブルですねって案内してくれました。初心者テーブルですね。初心者テーブルね、そこ5人ぐらいの人がいて、みんなスペイン語を勉強している。多分みんな1年とか1年半以上、それぐらい勉強している人で、いろんな国の人がいました。アメリカ人、中国の人が3人いたのかなねえ、あと日本の人もいて、ね、その人はすごいスペイン語話せてるしね、その中国の人もスペイン語結構1年半なのに話していてすごいなってね。アメリカの人も結構話してる、中級ぐらいの感じでしたよ。で僕はね行って、僕が準備した、フレーズね片手に言って、言えたことは一つ、僕の名前は OK です、以上です。いいんですよ。やっぱりね一人でね話してるのと全然違いますね。当たり前ですけど、なんかねこうやっぱペースが早いじゃないですか。今これ言おうと思ったらもうその話が次に行っちゃってて、今準備してた言葉今じゃないなっていう風になりますよね。それがやっぱねビギナーの会話ってそうですよね。だからねそんな気持ちを思い出してすごく良かったですね。こう何か話してて、聞くのはねちょっと聞こえるんですよ、ね、この話だな、確かにとか言えないんですよ。相づちができない。そうだねとかね言えないじゃないですか。で英語だったらね、僕はもう英語だったらできるけど、ついつい英語で言っちゃうみたいな。でもここは今日はスペイン語とね日本語だよ、英語はダメだよ、ね、そういう気持ちもある。だから何も言えないみたいな、何も出てこない、ぐぐぐぐぐ、そういう時をね2時間ほど過ごしましたが、リフレッシュできましたね。いやなんか実際にね、スペイン語ネイティブじゃないけどスペイン語を話してスペイン語でコミュニケーションをとっているね、あなたは日本語でコミュニケーションをとっているっていうところに行くと、それがね初めてだったから刺激がありましたね。やっぱり話すことって大事ですねと思いましたね。聞くことはやりながら少しずつ話していく。だってさ、スポーツとかねでも頭の中でイメージトレーニングして、ボールを投げる、ね、トレーニング頭の中でやっても体を動かすと全然違いますからね。あれ頭ではこうだって分かっているんだけど全然体が動かない、そういうことになりますよね。最初はもうベイビーステップですよ。赤ちゃんの第一歩、一歩目は難しい。それを久しぶりに感じて、それが良かったです。
英語最初に勉強していた時、ね、10年前、こういう感じだったな。緊張したな。ネイティブと話すの、ちょっと、心の準備が必要だな。そう思う。ね、皆さんもね、時々そういう話をしてくれますね。僕にコメントで、ね、話すが怖いですとか、ね、ちょっと日本語緊張しますとか、日本語下手でとかね、その気持ちが本当に分かりましたね。もちろん分かってはいたんですけど、実感としてついこの間感じた。それは良かったですね。ね。でね、なんかこうそこにいたアメリカの人で、言ってたんですけど、その人はスペイン語を留学してね、勉強したと。なんかガテマラとかあそこのマンツーマンレッスンがすごくね安くていいよ、そういうことを言ってましたね。それはね僕も聞いたことがあります。そこに行って泊まって1ヶ月間、イマージョンのようなもんですよね。毎日マンツーマンでレッスンして1ヶ月間そこで暮らしてスペイン語を伸びる、ね、そういう話を聞いたことがありますが、それはいいなと思いましたね。スペイン語っていうのはやっぱり世界中にね、こう広がっていろんな国で話されていますもんね。だからそういうこう違いがあって面白いですよね。日本語はやっぱり日本語が話されているのはもうほとんどが日本ですからね。そういうこう選択肢とかの違いはあまりね大きな違いはないですよね。もちろん沖縄と北海道は違いますけどね、だいぶね。秋田も全然違うしとか、大阪の方言も全然違うしとかね。この前話したねアメリカ人の人、日本語を勉強している人ね、その人は秋田に住んでたって言ってましたね。で秋田が本当に良かった、秋田の人は優しい、そういう話をしてましたね。この話は前もポッドキャストでしたかもしれませんが、だから地域ごとの差っていうのは面白いですね。そういうお話でした。はい。で皆さんもね、言語交流ミートアップ行ったことがない人もいると思うんですけど、自分のモチベーションを上げる、ね、そういう意味で、試しに行ってみるのはおすすめです。はい、今日は、こんなお話でした。僕はね最近子供の使う日本語っていうねビデオを作っています。僕のね姉の息子甥ですね、甥の日本語をね聞ける、そんなビデオを今作ってるんです。もしかしたらもうアップロードされているかもしれませんね。それもねぜひぜひ聞いてみてくださいね。勉強になると思います。子供のリアルな、ね、日本語なので。はい。じゃあ次のまたポッドキャストでお会いしましょう。さよなら。